1996年、本格ホラーゲームが誕生した。練り込まれたカメラワーク、リアリティを追求した音響効果、恐怖と謎が織りなす演出は世界中のプレイヤーを震撼させた。サバイバルホラーと銘打った本作はシリーズ累計8300万本を誇り、ホラーゲームのジャンルを確立したと言っても過言ではない。物語はアメリカ中西部の小さな工業都市ラクーンシティにある森から始まる。次々と起こる不可解な猟奇事件の原因を突き止めるべく、ラクーン市警は特殊部隊スターズのメンバーに捜査を命じた。調査に赴いた隊員たちは異様な姿をした野犬の群れに襲われ、洋館に逃げ込むことに。古びた洋館にたどり着いた隊員たちを待っていたのは、徘徊するゾンビ。銃弾を浴びせても向かってくるクリーチャーたちとの極限の戦闘。洋館の正体、それは生物兵器を手掛けるアンブレラ社の研究所であった。アンブレラは表向きは製薬会社、しかし裏では生物兵器の研究を進めていたのである。ウイルスによってバイオハザードを引き起こしたアンブレラは、目的であった生物兵器の実践データを採取することに成功した。陰謀と裏切り、さまざまな思惑が渦巻く中、極限状態の洋館から生還した隊員に束の間の静寂が訪れる。しかしそれは新たな恐怖の始まりでしかなかった。1998年、バイオハザード2発売。洋館で起きた忌まわしき事件から2ヶ月。舞台はバイオハザードにより惨状と化したラクーンシティ市街へと移り、感染は大規模なパンデミックへと様相を変えていく。主人公は初登場となる2人。ラクーン市警に新人警官として配属されたレオン・S・ケネディと、消息を絶った兄クリスを捜索するクレア・レッドフィールド。スケールアップを果たしたバイオハザード2は前作を超えるヒットを記録。シリーズの人気を決定づけることとなった。そして2019年、レオンとクレアの原点であるバイオハザード2が再誕する。Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Help me, please! What in God's name? HD グラフィックになり、蘇ったシリーズの原点をプレイして、バイオハザード RE2 に備えよう。